皆様こんにちは。今日は手で食べられるディナーを作ろうと思います。今年もバラが咲きました。テーブルにも飾って食事を楽しみたいと思います。忙しい暮らしの中にあっても、花を生けることは何者にも代え難い憩いの時でもあります。花がなければ人生は空虚なものになってしまいますね。人の誕生を祝い、患う時も沈む気持ちを勇気づけ、一輪の花に生きる希望を見出すことさえあります。婚礼など新たな門出には必ず伴いますが、人生の最後を飾るのも花です。花がなければ弔いもできないのです。さあ、それではテーブルが赤いバラで華やかに変身したところで、早速お料理作りに移りましょう。パイ生地をこねて1時間寝かせるを3回繰り返している間に他のお料理を作りましたが、前日にパイ生地を作って冷蔵庫で休ませ、焼くだけにしておくと慌てずに済みますね。薄力粉と強力粉を合わせてふるいにかけ、そこに1センチ角に切った冷たいバターを入れて、カードで切って粒状にしていきます。冷水を入れ混ぜてまとめていきます。パイの作り方はいくつかありますが、今回は練り込みパイと折り込みパイのいいとこ取りをした方法です。それでもこの後、伸ばして畳んでを何度も繰り返すので、面倒な場合は焼くだけで済む市販のパイ生地を使いましょう。生地をまとめて、ラップに包むかジップに入れて冷蔵庫で1時間冷やし休ませます。それでは1回目の伸ばしをしていきます。バターが固まっているので上から押さえつけるように力を入れて伸ばしていきます。三つ折りにします。今度は90度回転させて伸ばします。三つ折りにして包んで冷蔵庫へ。一度目と同じ工程を繰り返します。三つ折りにして90度回転させてもう一度伸ばします。少々形を整えます。また冷蔵庫で1時間冷やして休ませます。
三つ折りにし、90度回転させて伸ばします。これで最後です。パイの形に伸ばします。最後にもう一度1時間冷蔵庫で冷やし休ませます。本来は焼き上がってから切りますが、先に3等分にカットしました。ピケします。穴を開けることで膨らみが均等になります。190度に予熱したオーブンで25分から30分ほど焼きます。パイの膨らみを上から押さえて平らにならします。それではサンドするカスタードクリームを作りましょう。黄身を溶いて砂糖をすり込ませ、白っぽくなるまで攪拌します。小麦粉をふるって入れ、さっくりと混ぜ合わせます。カスタードクリームにはバニラビーンズを入れると一段と美味しさが増しますね。牛乳を沸騰直前まで温めます。そして作っていた種に2、3度に分けながら混ぜていきます。カスタードクリームの液をこして鍋で沸騰するまで攪拌し続けます。沸騰してからさらに2分ほど混ぜて艶やかに仕上げます。バットに移し、ラップをして急速に温度を下げて冷蔵庫へ。カスタードクリームを冷やしている間にパイの上に飾るいちごをもっと美味しくするためのジャムを作ります。鍋に入れたいちごに砂糖をかけると10分ほどで水分が出てくるので、弱火で15分ほど煮れば出来上がりです。レモン汁やペクチンを加えなくても美味しいジャムが簡単にできます。甘酸っぱい、なんていい匂いなんでしょう。カスタードクリームが冷えたので、生クリームと混ぜてディプロマットを作ります。パイにディプロマットを塗っていちごを並べます。
いちごの上にもディプロマットを塗り、ホイップクリームも塗りましょう。一番上のパイにはいちごを一列に並べ、両脇にホイップクリームを絞ります。側面にはスライスアーモンドを香ばしく焼いて貼り付けます。いちごジャムとピスタチオでおめかしをして完成です。さあ、それではオードブルを作りましょう。まずはトマトとモッツァレラ、バジルを刻んでオイルと塩を混ぜ、ショットグラスに。湯むきしたミニトマトをモッツァレラと一緒に串に刺してグラスに。次はサーモンのクリームチーズ巻きです。玉ねぎをみじん切りにして、アスパラは軽く茹でます。クリームチーズとわさびと醤油を混ぜ合わせ、サーモンで巻いて串に刺します。次に人参を千切りにして、チコリの人参サラダのせを作ります。塩とレモンとオイルで和え、レーズンを混ぜ、船形のチコリに盛ります。それでは本日のメインとなるエビフライサンドイッチを作ります。エビに小麦粉をまぶした後、カスタードクリーム作りで残った卵白にくぐらせ、パン粉をつけます。ソースはマスタードとケチャップ、ウスターソースです。千切りにしたレタスを敷いてエビを乗せます。パンは2枚重ねて軽く焼いておきます。そうすると外側はカリッとして内側は焼かれていないのでソフトです。付け合わせのポテトを作ります。ボウルにニンニクのみじん切り微量と塩を少々、オイルを 10cc ほど入れ、スライスしたポテトを混ぜ合わせます。型にスライスポテトを
1センチほど重ね、その上に細く切ったチーズを乗せて、それを3段重ねにします。180度のオーブンで20分から25分くらい焼きます。それでは今日最後の料理、ウニとハマグリのポタージュを作ります。鍋にバターを溶かし、玉ねぎを炒めます。玉ねぎではなく、ポロネギでも長ネギでも構いません。玉ねぎがうっすら透き通るくらいに炒まったら、ハマグリを加えます。浮き身用に少し残します。水を加え、白ワインも加えて3分ほど煮ます。まずミキサーに牛乳を注ぎます。そこにハマグリと玉ねぎのスープを注ぎます。ウニは煮込みすぎない方が良いので、ここで一緒に混ぜましょう。温めていない牛乳を先に入れておくと、熱いスープが冷めるのを待たずにミキサーを回すことができますね。攪拌したら鍋に戻し、生クリームを加えて温め直します。浮き身用にハマグリとウニを少し残しておいてバターソテーします。ウニはチリ産のお手頃の品を使いました。ニンニクスライスを数枚入れて香り出しをしたオイルで8ミリ角程度に切ったパンを揚げてクルトンを作ります。濃厚なリッチな味わいのポタージュができました。これで全てが整ったので、それでは早速いただきましょう。As just as bright, time to go to bed. But I can't stop hearing voices in my head. It's your catch too. Men were singing on a bridge to tonight. Close your tired eyes. Close the sunlight song. Men were singing on a bridge till tonight. If it seems so far away, it's distance I can't forget. Still I got this fascination I can't walk out yet. It could be a million miles away, but I'm gonna take these steps one by one.